そういう風にすればいいのに、丸々そのまんま使うってどうなのっていう風にやっぱ思われちゃうんですよね。高評価ボタンもぜひぜひよろしくお願いいたします。アイリット振付盗作って話題ありましたっけ？なんかね、ご連絡いただいたんですよね。アイリットの振り付けが盗作疑惑出てるんですけど、これって本当に盗作ですかって、ケリー・スウィニーさんの振り付けと似てるのではないかということで、個人的には、あ、めっちゃ似てるってなっちゃった。めっちゃ似てる。これケニーさんですね。ケニー・スウィーニーさん。これ、何度も言いますけど、アーティストさんたちは悪くないですからね。本当に。この、アイリットレディっていう最近始まったコンテンツなんですけど、ここです。今日も一生懸命練習中のアイリットちゃんたち。はい、この振り付け、この振り付け、この振り付け、これ。はい、はい。っていう感じです。これは、どう見ても一緒なんですよね。ケニーさんの見ます？それを含めて。この後の、もうここですね。こことここ、ここからの人差し指。これ、振って、後ろ持ってきて、引いて、ここら辺。ケイリーさんの方で流れてる楽曲が、ティティミペグント、プレグントっていう、ちょっとラテン系の音楽なんですね。でこういうのは大体このケリー・スウィーニーさんのコレオグラフィーとか、新たコレオグラフィーみたいな感じで、ここに振付師さんの名前が出てくるのと、その曲のタイトルが出てきます。この曲のタイトルっていうのは、まあ、有名な曲だったりとか、いろんな曲。これは振付師さんが選んだアーティストの方の曲のタイトルがここに出る。まあ、ここでクレジット表記ちゃんとしていくよっていうところです。このダンススタジオさんの動画っていうのは結構世界中のダンサーさんが見てるっていうことなので、この動画が1年前に上がった動画です。で、先ほど、お見せしたアイリットちゃんたちの動画は5日前とかだったかなに上がってるんですよ。なので、まあ、時系列的にいくとケリーさんの作品の方が、まあ、1年前にもう出ているものであり、しかもその出ているチャンネルがすごくマイナーなチャンネルとかじゃなくて、めちゃめちゃ有名なダンススタジオさんのダンサーさんなら結構みんな見てるよねっていうチャンネルに上がってる振り付けっていうところで、まあこれ見たかなってちょっと思われちゃってるような雰囲気もあるのかなと。でですね、アイリットちゃんたちが踊ってる楽曲、曲名は出てなかったんですけれども、ちょっとシャザムしたんですよ。このあれ曲ちょっと違うなと思って、同じ曲で踊ってるんだったら、まあなんかこの動画を見て TT Me Pregunto っていう曲で踊りたいって思ったのかなって思ったんですけど、オリジナル、いやオリジナルってなっちゃった。ちょっと、いやそれきつくないってちょっと思っちゃったんですけど、なんか曲が一緒だったらまだ、あ、なるほどね、ケリーさんのあのダンス映像のやつを使ってまあ練習してるのねにはなるかなとか、まあだとしても、そのオリジナルの振り付けでないんだったら、その自分たちで撮って自分たちで見て確認するぐらいだったら別に全然いいと思うんですけど、これアイリットさんのアイリットレディっていうオフィシャルに出てるコンテンツじゃないですか。ってなってくると、やっぱりオフィシャルな看板背負って世の中に発信している以上は、その振り付けの作った人が他にいるんだったら載せといた方が、まあ、親切だよねというか、逆にまあそれご本人の例えばですけど、耳にというか目に入らなくて知られないままずっと行くんだったらまああれですけど、今回みたいにやっぱ知られてしまうというか認知された時に、もう一番ちょっとこうダサさしか残んなくなっちゃうっていうのがあるんですよね。新しい何かを生み出していく立場の方たちがそういうふうに他の人の作品を何も言わずに前に出して、まあしかもね、これ結構冒頭で踊ってて、どうかっこいいでしょって踊ってる感じあるじゃないですか。イメージの部分を結構作る部分だと思うんですけども、そういうところに持ってきちゃってるっていう時点でちょっと見方は良くないなっていうのはすごく思っちゃいますね。
この振り付けを作るっていうところに対してのケリーさんのクリエイティブに対するその割いてる時間だったりとかコストだったりとかもそうですし、アイデアだったりとかで、そういうアイデアが湧き起こる瞬間もそうですし、選ばれてる曲とかもそうですし、なんならそのケリーさんがねダンスっていう道を志すっていうところからもそうですけども、やっぱその人の人生がすごく乗っかってるものなので、クリエイティブにおいてはやっぱりダンスはだからちょっとそれは良くないんじゃないかなって思っちゃいます。アイリットちゃんたちは別に全然悪くないと思うんですけども、例えばですけれども、アイリットちゃんたちが、自分たちでケリーさんの動画を見てこの振り付けいいねって言ってみんなで踊ってた曲だったと。でそれを曲一緒じゃなくてちょっと別の曲で同じラテン系の曲で、曲もちょっと似てます。聞いた感じ、雰囲気というかビート感とか似てるんです。 BPM まで似てるかどうかちょっとあれなんですけども、ちょっと聞いた感じ似てるなと。でそういう似たような曲でもう一回こう再チャレンジしていくじゃないですけども、振り付けをっていうので、自発的にアーティストの子たちが行ったことなんですっていうものなのだったらそうかっていう。でそれについてはすいませんと、アーティストの子たちがみんなでこう考えた振り付けというかというふうに認識していてと。で彼女たちの練習に、選ばれた曲というか、彼女たちが率先してこの振り付けで踊りたいという意思を持って踊っていたものを動画に収めてますと。ただそこに対してクレジットだったりとかを載せずに、その本家のアーティストさん、ダンサーさんに不快な思いをさせてしまってすいませんと、きっちりと、概要欄とかに、載せさせていただきます、クレジットとか載せさせていただきますとかだったら分かるんですけどね、対応としてはすいませんと、なのでこうしますとか、アイリットちゃんたちのこの踊ってる曲がそのパターンだったらまだなんか許容の範囲をそんなに超えないのかなというふうに思うんですが、もしこれがその振り付けダンストレーナーさんがその落とした振り付けでっていうふうになってくると、またちょっと話は変わってくるかもですね。ダンストレーナーさんに今度はその説明責任みたいなものがいくというか、あとはそのあたりのチェックっていうものをじゃあどれぐらいしていくのかっていうところで、事務所さんが最終的には責任が必要なのかなっていうふうに。そうですね、練習でコピーするは全然あります。全然あります。ダンスっていうのは基本的にはもう世の中のありとあらゆるダンサーさんの動きを見て真似するっていうところから始まるので、逆に言うとちょっと語弊あるかもしれないですけど、どのダンサーさんも何かしらの影響を受けて何かしらのコピーをしてきてると思うんですよね。それを自分なりにどう解釈してアレンジしていくかっていうところに皆さんアイデアだったりとか、その知恵を絞って取り組んでらっしゃる部分ではあるので、逆に言うとそういう風にすればいいのに丸々そのまんま使うってどうなのっていう風にやっぱ思われちゃうんですよね。だからこそっていうのはあると思うんですけど、皆さん口を揃えておっしゃってるのはやっぱりリスペクトというか、真似することは別に悪いことじゃないけれども、その参考にしたんだったらやっぱり誰々の参考にしたよとかっていうのは言ってほしいよねっていう気持ちですね。とりわけ自分のだったとしたらっていうところだとは思います。それがあったらもうあるかないかでね、全然違うんですよね、そのあたりは。難しいですよね。